こんにちは、山田幸子です。私のチャンネルでは水彩画に関する動画やメイキングをアップしています。さて、今回は水彩画に欠かせない筆についてお話しします。水彩筆にはいろいろな形や種類がありまして、だいたいこの先が丸くなっている丸筆と、先が平たくなっている平筆っていうのが、皆さんご存知の広く知られている形なのかなと思います。それ以外にも様々な形の筆がありまして、この動画ではそれぞれの筆にどんな特徴があって、どんな表現に適しているのかっていうのをご紹介します。水彩画を始めたばかりの方も筆選びに迷っている方もきっと参考になると思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。まずは丸筆です。この形の筆が一番ベーシックというか、お店でもよく見かけると思います。筆先が尖っていて、細い線から太いストロークまで描ける万能な筆です。筆先を使って繊細な描写ができる一方、筆を寝かせて使うと広い面積を塗ることができます。サイズも小さいものから大きいものまで画材屋さんで揃っていることが多いです。小さな丸筆は細部の描写に役立ちます。大きな丸筆は平筆の代わりになるくらい広くガーッと塗ることもできます。丸筆は初心者からプロまで幅広く愛用され、どのような表現にも対応しやすい汎用性の高い筆です。中くらいの大きさ、だいたい8号から12号くらいあたりの大きさの丸筆を1本持っておくと便利で、大体のものを塗るのに困らないと思います。次に平筆です。先端が平らになっていて効率的に大きな面を塗ることができます。また、立てて使うと直線的でシャープな線を引くこともできます。一定の幅のストロークを作りやすく、特に毛が硬い平筆はパターンを描くのに便利です。柔らかい毛の平筆はグラデーションやぼかしに最適です。建物や工業製品などの直線的なモチーフを塗るときも重宝します。平筆にも様々なサイズがありまして、直線的でエッジの効いた描写が得意です。次はフィルバートです。先端が丸みを帯びた平筆の形をしています。丸筆と平筆の中間的な特徴を持っています。シャープな線ではなく、ふんわりとした輪郭や丸みを帯びた柔らかいタッチが得意です。もちろん平筆のように広く塗るのにも適しています。滑らかで柔らかい描写がしやすいので、自然物の表現に向いている筆だと思います。次はアンギュラーです。平筆の毛先が斜めにカットされた独特な形をしています。直線的でエッジの効いた線と柔らかいカーブのある線の両方を引くことができます。鋭い角度の描写や隣り合う異なる色の塗り分けがしやすいです。シャープできちっとした境界線を引くことができます。このアンギュラーという筆はトールペイントとかに使われることが多いような気がします。私が持っているのは小さなサイズだけなんですけれども、大きなサイズは平筆と同様に広い面積を塗るのにも使えると思います。次はキャッツタンです。先端がやや尖り、中央が広がった形状をしていて、フィルバートと似た特徴を持ちながら、さらに細かいコントロールができる筆です。一筆で細い線から広い面まで塗ることができます。フィルバートの先に細い毛がついたようなイメージです。筆を寝かせると広い面積の塗りもできますし、先端を使えば繊細な表現もできます。ユニークな形をしているので、使い始めはややコツがいるかもしれません。次はオーバルウォッシュです。このナムラのラフィーネという筆で見つけた形なんですけれども、先ほどのキャッツタンととっても形が似ています。先端の尖り具合に少し違いがあるのと、筆の腹の丸みに少し違いがあります。キャッツタンの方が筆の根元が丸く膨らんでから先端に向かって細くなっているのに対して、オーバルウォッシュは毛先にかけてスッと滑らかに曲線を描いています。この筆もフィルバートの先端を尖らせたような形をしていまして、筆を深く下ろすと広い面の塗りに適している一方で、筆の先端を使って細かい描写のできる筆です。そしてこの形、筆の側面も使って細い模様やラインを描くのにも適しています。こういう一本でいろんな使い方ができる筆持っておくと、ここをどういう風に塗ろうかなって困った時の救世主の一本になると思います。次はファンです。扇形に広がった独特な形状をしています。水彩画だけでなく油彩画にも使われることもある筆です。この筆はテクスチャー担当だと思っていまして、ドライブラシで水気を切った状態で色を塗ると岩や木肌、砂のような質感が描けます。動物の毛並みなどふわっとしたものの描写も得意です。筆全体を使うと細かい線を一度にたくさん引けますし、筆を持つ角度を変えて一部だけ使って表現することもできます。ぼかしたりディテールの表現にぴったりな筆です。自然物などの質感をよりリアルに描いてみたいという方におすすめです。次はクイルです。こちらは丸筆の一種ですが、留め具に注目してみると
一般的な丸筆が金属の留め具なのに対してプラスチックを巻きつけたような留め具を使って毛束を固定しています。この毛束の固定の仕方が違うだけで使い心地がぐっと変わってくるんですね。筆の柔軟性が高くなって繊細な線から幅広のたっぷりしたストロークまで多用途に活躍します。ワンランク上の丸筆というかちょっとリッチな丸筆って感じです。初心者の方にも扱いやすいですし、水や絵の具を多く含むことができるので、にじみやグラデーションといった水彩表現にぴったりな筆と言えます。次はスクリプトです。ライナーとも呼ばれる先の細い筆です。この筆はもう見てわかるように線を引くことに特化しています。小さいサイズの丸筆と比べても先端の鋭さが際立っています。小さな丸筆の先端よりもさらに細い線を簡単に引くことができます。絵の仕上げや細部の強調に使うとぐっと完成度がアップすると思います。似たような形でロングラウンドというのもありまして、スクリプトの根元が少し太くなったようなバージョンです。こちらも細密な描写に適しています。スクリプトよりは細い力のある筆なので、線を引くだけではなく細かいところの塗りにも活躍してくれます。はい、ということでいかがでしたでしょうか。丸筆や平筆、そしてそれらの変化系のような筆など様々な種類の筆があります。この動画が良かった、参考になったという方、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。あなたの書きたいものに合った筆が見つかったら嬉しいです。いろんな形の筆を紹介したんですけれども、もしこんな筆が他にもあったよとか、これも紹介してほしいっていうご希望がありましたら、コメント欄で教えてください。ご意見ご感想もお待ちしています。今回もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。